はい、自宅や練習時間外でもできる練習方法第3回目をお送りしたいと思います。今回の動画は素振りでもなく、道具を使う方法でもなく、動きをあまり必要としない方法ですので、何もわからない人から見れば、トレーニングをしている、あるいはテニスの練習をしている、あるいはスイングの改善をしているとは何もわからないと思います。ですので、技術や体の使い方について本質的な理解をしていただけると非常に理解が早まると思います。まず解説していく前に改めて確認をしたいのですが、テニスというのはこのラケットを使うスポーツです。ですので、体の回る力をいかにラケットに伝えるか、体の腕や手首の力で邪魔せず、ラケットの遠心力を最大限に使ってあげるかというのがポイントになります。ですので、ここからが練習方法になりますが、ただラケットを持つだけです。そして大事なのは持つ時の感覚が非常に大事です。このラケットを持っている時に少し分かりやすく表現してみますが、例えばこう持っているとここに力が入ってここで支えているのが分かると思います。逆にすごく力を抜くとこういう形になります。でまた肘で支えようとするとこういう形で力が入りますね。はい、横から見ていただくとこうなっていれば肘で支えていることになります。ここの力を抜くとこうですね。はい。そしてラケットを持つときに手首で支えるのでもなく、肘で支えるのでもなく、腕全体で楽にラケットと腕を一体化させているような感覚で持つようにしてください。ふと気がついた時にラケットを持ってみていただいて、そして例えばラケットを下から持ち上げた時にこう持ち上げているとここの力で持ち上げています。ですので腕全体で持ち上げる、手首の力を抜き肘の力も抜いて腕全体の力でこう持ち上げる。ラケットを持ち上げる時にこう持ち上げると手首の力で持ち上げており、腕全体で手首の力を完全に抜いてしまうとこういう形になってしまいますが、こういうスイングはなかなかできないので、力を抜きつつもラケットを支えているような感覚、その感覚を持てるようにしてみましょう。完全に抜いているわけではないのですが、ラケットを腕全体で支えてみるようにしてみましょう。ポイントはグリップを強く握らないことにあります。グリップを握ってしまうとやはり腕に力が入ってしまうので、ふんわりと柔らかく持ち、そしてラケットを腕全体で支えてみるようにしましょう。気がついた時にラケットを持ち、そしてその時の体の腕の感覚を確認してみましょう。おそらくラケットの重みがどこか力が入っている場所にかかっていれば、そこに力が入っている証拠になります。ですので、ふとした時に持ってみて、例えばこうだと私の場合は今ここに力が入っているなと感じます。ですのでもう一回持ち直し、これであれば腕全体に少しかかっています。はい、このような具合にちょっとした空き時間にラケットを手に持ってみて、そして持った時の感覚を確認してみましょう。これだけでもラケットを扱う感覚が全く異なってくると思います。他の方から見ると全く練習をしているようには見えないと思いますが、ご自身の体の感覚の質はこれを繰り返しやっていただければ少しずつ変わってくると思います。1日や2日繰り返してもなかなか結果はすぐには出ませんが、数ヶ月、半年、あるいは1年続ければ必ず体の質は大きく変わってきます。大事なことはやり続けてください。持つだけであれば5秒でも10秒でもできます。ちょっとした瞬間にやるようにしていただくとテニスが格段に上手くなっていきます。はい、自宅や練習時間外でもできるスイングの改善方法についての動画、3つの方法について解説させていただきました。ありがとうございました。